はい、今回は寝てる間でもできる完全放置でクモの巣を自動採取していく方法を紹介します。で、その効果なんですけど、カプコンは本当にこれで良かったのかっていう感じはすごくするんですけど、12時間放置で、少なくとも200個以上が集まってしまうという方法になります。はい、では早速ですが手順の方を見ていこうと思います。手順はこの5つになりまして、で上の1、2、3については、この類の検証で共通の手順になりますんで、もう知ってるよっていう方はスキップいただければと思います。はい、まず1番目がオフライン化になります。これ必須かどうかっていうところは怪しいんですけれど、条件は安定させた方が結果も安定するんで、オンラインになっていたらオフラインにすることを推奨します。で、方法としては、私はプレイステーション5なんですけれど、LAN ケーブルで有線で接続しているんですけど、LAN ケーブルブチッと引き抜くことでオフライン化します。はい、今オフライン化しました。はい。で、これは OK ですと。はい、2番目がレストモードをオフにするです。で、こちら、PlayStation 5はデフォルトの設定で無操作時間がずっとあるとレストモードに入ってしまってゲームが終わってしまうんで、こちらをオフにします。で、Xbox ですとか Steam も同じような設定になっていればご注意ください。では、PlayStation 5の設定方法を見ていきます。まず、PlayStation ボタンを押します。で、左下、お家のところのここを押して、で、右上、歯車。こちらの歯車を押す。で、この中のシステムを選択します。で、システムの中の省電力っていう設定があります。この省電力を選んで、上の PS5 をレストモードにするまでの時間、こちらを選択。そうすると、メディアの再生中、ゲームのプレイ中っていう選択が出てくるんで、ゲームのプレイ中を選択して、で今私はレストモードにしないっていう選択になっているんですけれど、デフォルトでは確か1時間後になっていたと思います。なので、こちらをレストモードにしないに選択して、以上ということになります。はい、3点目、コントローラーの音オフです。こちらはずっと夜中放置してる時に、採取するたびに、ビーコーンとかチャラーンとか音がして、私の目が覚めてしまうんで、コントローラーの音を切るっていうことができますんで、その方法です。で、こちらについて方法は、ここのオプションっていうところを選んでいただいて、で、上のこの辺のひょこひょこ動かせるやつを、右の方にあるスピーカーのところに合わせてもらって、で、オーディオの設定が開くんで、ここのコントローラー内蔵スピーカー、コントローラー内蔵スピーカーっていうのをオフにします。はい、こちらで設定は以上になります。はい、続きまして、今回の手順のスキルの話になります。で、今右側にいろんなスキルが入ってしまっているんですけれど、大事なのは植生学レベル1のみです。他のものは特にはいらなくて、で、あと、先達の導きとかいう探索者の幸運とかいうスキルも、入ってしまってはいるんですけれど、これも他の手順では有効になるんですけど、今回については意味はないので、無理して発動させる必要はありません。はい。で、手順5番目、所定の位置でしゃがむということで、いよいよ自動採取を始めることができます。で、所定の位置ってどこなんだって話なんですけど、この辺です。で、この辺で、行ってもらうとわかるんですけど、ここがラバラバリナの巣なんですね。で、そこの通り道に、クモの巣の最終ポイントが3箇所あるんで、この3つが手に届く範囲で待機する形になります。はい。じゃあ移動していきたいと思いますんで、適当にこの辺で、合わせてクモの巣っていうのが選んでる状態で、R3 スティックを押し込むとピンがさせますんで、こうやってピンを刺して、あとは十字キーの上ボタンで、セグレットの方に乗って現地の方に向かいたいと思います。
はい。で、ここでの立ち位置なんですけれど、今まさに通ってるように、雲さんの通り道なんですね、ここは。で、彼に見つかって、赤い枠になって戦闘が始まると、完全放置中に死んでしまって、おじゃんになってしまうんで、そうならないところを探さなきゃいけないです。なんで、一応この道のど真ん中に突っ立ってる状態でも戦闘は起きないんで、おそらく大丈夫なんですけど、より成功確率を高めるために、まず端っこによる。で、端っこによってしゃがむ。このしゃがむっていうのがどれほど効果があるかはまだわからないですけれど、俺は安牌のために、もう端っこによってしゃがむっていう全力を尽くしてやっています。はい。で、まだ隠密っていうスキルは実装されていないんですけど、この先それが実装されればつけると手堅いと思います。あとは位置取りで気をつけなきゃいけないのは、あんまり巣の近くで待機しすぎると、今みたいにラバラバリナがこう巣の中でごちゃごちゃしているときに、あ、なんかおるぞって気づきかねないんで、しゃがむにしても、あんまり巣の方じゃなくて、通路の真ん中側、で、向こう側のエリアもラバラバニラが溜まることがあるんで、だいたいこの辺、通路の真ん中ら辺で、発覚されないようにしゃがみ続けるというのでいいかと思います。はい。で、今回の仕組みとしては、ここで待機している間に、お供のハム太郎と、アルマさんが、拾ってくれて、こんなにも集まりますという仕組みになります。で、だいたい、これは14時間、13時間か14時間ぐらい動画撮ってるうちに、ちょっと12時間超えてしまって、あれなんですけど、だいたい個数にして350個以上集まっている形になります。はい。あとは仮説のレベルなんですけど、カメラのど真ん中に最終オブジェクトがある場合、その最終オブジェクトをアルマさんは拾ってくれないような気がしています。で、これまだ検証しきれてないんで、ガスだったら申し訳ないんですけど、自分はカメラの中心から最終オブジェクトを離すようにしていて、で、今回で言えば、今、このアングルで、放置していて、うまく自動採集できていますんで、よかったら参考にしてみてください。で、クモの巣の自動採集はナタ君が自動で集めてくれるんじゃないかっていう話もあると思うんですけど、ナタ君に集めてもらう枠も限られているんで、そこにクモの巣を割かなくて済むっていうメリット、これが今回の検証の価値だと思っています。はい、それでは今回の紹介は以上になります。よかったら試してみてください。それではご視聴ありがとうございました。